ちょっとなんか感覚的な思いの話をしてきたと思うんだけど、これ実はちゃんと体にも現れるんですよ、結果が。体に？そう、体に。どういうことかというと、2017年の研究だと、この成長マインドセットをね、持って行動すると、脳の前の前頭前頭前野、そう。前頭前野がでかくなったらしい。すげえ。すごくない？で、前頭前野ってどういう機能があるかっていうと、これ、前のドーパミンの時に話したんだけど、集中力とかね、記憶力とか、判断力とか、もういろんな大事な機能が行われる前頭前野で、それが活性化するっていうね。すげえ。そう、ちゃんと思えば思うほど体に現れるっていうのが本当にすごいなって俺は思う。そうだね。言うもんね。病は気からみたいな。病は気からって知ってますかね？病は気からっていうのは、病気とかそういうのは自分の気持ちが落ち込んだり、自分が病気かもって思っちゃうと本当に病気になるっていうのがあるんだけど、でも結構本当にそうで、これはある研究があるんだけど、その、プラシーボ効果って知ってる？いや、聞いたことない。そう、プラシーボ効果っていうのは、その、偽薬って意味なんだけど、薬に、その薬は本当の薬じゃないんだよ。何も効果がないんだけど、この薬で治るよって言われて飲むと、それで症状が改善した人がいるんだよ。へえ。あ、それで言うと、日本の芸能人の人で、もう歩けないって言われた人が、その、自分が歩けるイメージをするだけで、その歩けるようになったっていう人もいるからね。すごい。すごいね。成長マインドセットすぎるね。はい。ここで皆さん。自信ってめっちゃ大事ってのが分かったと思う。ね。なんで自信大事？なんで自信大事？そのテストみたいなのあんの？そう、テストです。やっぱ、自信をつけるだけで、そのなんか、前頭前野が活性化されて、実際に、やっぱ、成長するから。まあそうだね。単純に成長するんだよね。その成長マインドセットって名前があるくらい、もういいことしかないんだけど、結局この自信をつけるためにはっていうのが大事だと思うんだよ。俺は。なので自信をつけるための戦略について話していきたいと思います。はい。まず、小さな自信のための証拠をいっぱい作る。ちょっと難しいね。これ簡単に言うと、自信っていうのは結果じゃないんだよね。経験みたいな。経験みたいなとこがあって、で、その証拠をたくさん作る。例えば、読書を20ページ頑張るとか、3ページ頑張るでもいい。勉強を5分するとか、短くていいんだよね、全然。で、これが終わった時に、やったっていう証拠になって、これをいっぱい積み重ねると、脳が、俺はできるってなるんだって。そう。なので、この証拠を積み重ねるっていうのが大事。で、ここで皆さん気づいた人はいるかな？わかんないけど、ポモドーロテクニックって自分動画で話したの覚えてますか？俺らはポモドーロテクニックを使って仕事をしたりよくするんだけど、このポモドーロテクニックも25分勉強して5分休憩する。この25分勉強ってさ、長くないじゃん、あんまり。で、これができたっていう証拠になって、確かにそう、やればできるにつながっていく。どう？ポモドーロテクニックしてみて。なんか、まあ、正直楽に長く働けるっていう感じかな。そうだよね。なんか、その楽っていうのが大事で、なんか頑張ろうとか思わなくてもできるよね。思わなくても全然できるかな。ポモドーロテクニック最強なんで、このポモドーロテクニックを解説した動画が上げてるので、そちらの方も見てください。はい。で、もしみんなが失敗した時ね、その時に、うわ、ミスったとか、うわ、俺ダメだって思うんじゃなくて、それをデータとして見てほしい。データとして見る？そう。簡単に言うとフィードバックしてほしいんだよね。じゃあ、なんでミスをしたのかとか。じゃあ、勉強だったらさ、計画を立てるじゃん。計画を立てる時点で間違ってたのか、計画を遂行している間に間違えたのかとかさ、原因っていうのは必ずあるんだけど、それを自分の才能とかって思っちゃうとダメだったっていう評価で終わっちゃう。だから、評価をするんじゃなくて、データを見て、フィードバックする。そう。
だから感情的に見るんじゃなくて数字的にとか、はいもっと具体的に見るとかね。うん。そういうのをして、次のための道具にしてほしい。そうすると何ができるかっていうと、ずっと挑戦できる。そうだね。そう。この考え方だったらさ、ずっと進めそうじゃない？だし、すごい成長できそうだよね。そう。正直、このフィードバックができる人って、マジで成長できると思う。俺もこのフィードバックを大切にしながら、まあ俺らもね、仕事をやってるんだけど、ぜひ、これもすごく大事なので、参考にしてください。で、次。もうね、これ俺が一番みんなに伝えたい。はい。マジびっくりするよ。うん。できないって思っちゃう時はあるかもしんないけど、できないじゃないんだよ。まだできてない。あー、なるほど。これかっこよすぎる。まあでも俺も近しい言葉でかっこいい言葉知ってるけど。おっと、何ですか？できないじゃなくて、難しい。あー、かっこいいかっこいいっしょ。いや、マジでかっこいい。でもさ、マジで大事じゃない？大事。そう。まだできてないんだ。俺はいつかそこに到達する。ただその過程なんだ。っていう考え方。確かにね、めっちゃいいと思う。いいよね。できないじゃない。難しいね。それかっこいい。俺も使うわ。使う。これも、実は、配給っていうアニメがあるんだけど、それで、ボクトっていう、俺が好きなキャラクターが言ってた。そいつはもう、成長、マインドセット。すごい、すごい。すごい。でも、結構さ、スポーツアニメとかスポーツ漫画の主人公ってさ、みんな成長マインドセットじゃない？確かに。言われてみれば。まあ確かにそれはそうだな。逆に主人公が固定マインドセットだったら嫌だもんね。まあでも、ボクトっていうキャラクターは、結構極端で、固定マインドセットの時と、その成長マインドセットの時で、すごい極端に分かれてたけど。人間味あるな。そう、人間味ある。まあでもそれが人間だからな。まあね。そう、ずっと夢を持つっていうのは、それもそれで難しいとは思うから。そうだね。はい。まとめなんですけど、わかりましたか？思い込みだけでこんなに違うんだっていう。やっぱり、研究もそう言ってるし、私もそう経験したし、皆さんも絶対経験したことがあると思う。そう。で、夢を持つ分には全然いいと思うんですよ。まあ、それを言わなくてもいいと思うし、まあ、言った方が逆にいいっていう研究もあるんだけど、そう。だから、俺はここで言うけど、まあ、年内チャンネル登録者1万人。もっと行くと、俺はマジで10万人。いや、もっと100万人。もう目指せるところまで目指していきたい。そうですね。そう。でも、こんな感じで、夢を持つのはさ、誰でもできることだし、別に恥ずかしいことでもない。そう。俺は別にそう夢を持ってる人をバカにしようとも思わないし、みんなが日本語をペラペラになりたいっていうのも必ずできると思ってる。そう。だから、その熱い思いを持ってね、成長マインドセットになって頑張ってほしいなと思います。はい。はい。今回の動画はここまでです。いいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして、ゆうまと私はオンラインで日本語を教えているので、もし興味がある方は無料でトライアルレッスンの方を予約してみてください。じゃあね！